冷蔵庫ってたくさんあるけど、どのメーカーのがいいんだろう。こう思われている方多いかと思います。実際冷蔵庫は似たような機能が違う名前で紹介されていたりするんで、もうね、迷いやすいようにできています。ただ各社必ず一つは他社に絶対負けないように力を入れている分野があります。今回は大手5社の力の入れている分野から今年の進化点も含めて解説していきます。長尺となってしまいましたが、動画5、6本分の内容を一つの動画にギュッとまとめてきましたので、ぜひ自分に合った冷蔵庫を見つけていってくださいね。それではやっていきましょう。はじめに冷蔵庫の選び方について簡単に触れていきます。冷蔵庫は本当に数が多いです。ここで候補をある程度絞っておかないと後ほど苦労します。まずは何といっても大きさ。冷蔵庫の大きさの目安はご覧のような式で表されます。計算するとこのようになります。最近は食品を冷凍するご家庭も増えてきていることから大きめを選ばれる方も多いです。また300リットル台の小型モデルは断熱性能の違いにより大型モデルより実は電力を食います。ざっくり年間1000から2000円違うので、迷ったら大型を選択されるといいでしょう。次に中段スペース。真ん中の中段スペースは野菜室、冷凍庫どっちがいいかという内容です。中段スペースは腰の位置にあるのでかがむ必要がなく出し入れが楽です。野菜を使って料理を頻繁にされる方は野菜室を、まとめ買いをしたり冷凍食品をよく使う方は冷凍庫を持ってくるといいかと思います。最後にドアです。フレンチドアタイプと片側ドアタイプがあります。500リットル以上のモデルですと幅も65センチ以上となり、フレンチドアが多くなります。フレンチドアは狭い通路でもドアが短い分開けやすいです。それから飲み物を取るだけならばドアを片方だけ開ければいいので、冷蔵庫内の冷気が保たれ省電力につながります。一方デメリットは壁際に設置すると片側のドアが全開にできないこと。大きなものを出し入れする際は結局両方のドアを開ける必要があること。それからドアを中央から開く分、ドアポケットが片側ドアタイプより実は小さいことが多いです。片側ドアの特徴はこれの逆で、壁際でも設置できますがドアが大きいため通路の広さによっては通りづらいことがあります。それと何を取り出すにしてもドアを全開にする必要があり、省電力ではないですがドアポケットは大きめです。以上を踏まえ調理場からスムーズに食品が取り出せるか、設置しても飛び出したりしないか、そもそも家のキッチンまで運び込めるかをイメージしてみるといいでしょう。なお今何が人気なのかいくつかアンケートを取ってきました。中段スペースは野菜室、冷凍庫どちらが好みという質問に対しては冷凍庫が約半数、野菜室が3割という結果でした。冷凍庫の方がよく使われているということでしょう。ドアの人気タイプはフレンチドアが半分、片側ドアが3割、どちらでもいいという方が2割という結果でした。野菜室と冷凍庫の大きさの好みについては冷凍庫が大きい方がいいという声が最も多く7割を占め、次いでバランスタイプ、そして冷蔵庫という順でした。一方で野菜室の大きさを求める声は意外と少なく、最近は食品を安く大量に買ったり料理して冷凍する需要が高く、それが数字にも表れているように感じますね。ダダン。それでは早速大手5社三菱電機、パナソニック、東芝、日立、シャープの比較をしていきましょう。なお事前に現時点で冷蔵庫を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、三菱電機が最も人気があり、次いでパナソニック、日立という順でした。これは昨年の順位と変わらずで、三菱電機とパナソニックの人気が高い結果となりました。800を超える投票、皆さんいつもありがとうございます。
皆さん一人一人のご投票、いつも参考になっています。さて話を戻して、400リットル以上の上位機種を基準に各社の特徴を解説していきます。まずはチルドです。一般的なチルドは冷蔵庫よりも低温な0度から3度帯で食品を保存し、食材が凍らない温度でキープします。肉や魚は普通に冷蔵庫に保存すると変色し鮮度が落ちやすく、かといって冷凍してもドリップが出て味が落ちるからです。この分野は各社が少し前までこぞって力を入れてきた分野でした。現在では一般的なチルドより低温にしつつ、食材が凍らないギリギリラインを攻める方式が主流となっています。三菱電機のチルドは氷点下ストッカー、氷点下なのに凍らない過冷却を利用しての保存方式で、三菱電機の特許技術です。マイナス3から0度で冷凍せずに保存し、塊肉であれば10日、魚であれば5日間保存することができます。さらに三菱のチルドは2段構成となっており、上段の方は0度保存のいわゆる普通のチルドルームです。凍らせると味が落ちるチーズやヨーグルトなどの乳製品や納豆やキムチなどの発酵食品は上段のチルド、鮮度が落ちやすい肉や魚は下段の氷点下ストッカーと使い分けることができるのも嬉しいポイントです。続いてパナソニックの微凍結パーシャル。肉や魚の表面だけを凍らせ、酸化を抑えて保存する方式です。肉は14日、ひき肉は10日、魚であれば7日保存できます。中でもこの14日は他社と比較しても長く優れています。チルドは一段構成なので広々と使えますが、三菱電機のような使い分けはできません。次に東芝の氷結晶チルド。パナソニックと同じ方向性で空気中の水分を凍らせて、目に見えないほどの氷の薄い膜を食材表面に作り、酸化を防ぎます。お肉であれば14日、魚であれば7日間保存でき、こちらもパナソニック同様保存期間が長く優れています。通常チルドと2段構成で収納力が高いのもポイントです。ただし氷結晶チルドを使用中は冷蔵室の温度設定や節電モード設定ができなくなる仕様です。続いて日立の特選氷温ルーム。マイナス1度で凍らせずに食材を保存する方式で、肉や魚を7日保存しても美味しく加熱調理できるとしています。なお以前は真空で密閉保存する真空チルドが採用されていたこともありましたが、真空気口が必要となるため入れられる食材が少ないという弱点がありました。保存性能はこちらの方が上でしたが、現在では一部のモデルを除いて採用がありません。それから日立は冷却器を2つ持っているため、冷蔵庫部分を単独で冷やすことができます。冷蔵庫は一般的に3度から8度の温度管理ですが、日立は冷蔵室を丸ごと2度のチルド室として使える機能があります。これにより肉とチーズの保存の両立を可能としています。消費電力が 5% 程度上昇しますが、なるべく食品を冷凍せずラップなしでたくさん保存したいという方にはおすすめできます。実は東芝にも冷蔵室をチルド化する機能がありますが、コンプレッサーが野菜室も共通であることや氷結晶チルドとの併用ができないので、使い勝手は日立の方が良さそうでしょうか。なお炊いたご飯は冷蔵庫で保存するとでんぷんが老化しパサパサになるので、冷凍保存した方がいいでしょう。次にシャープの作り置きルーム。他社にもあった2段構成で、下段は0度以下のチルド、魚であれば7日、肉であれば12日間保存できるとしています。一方上段は一般的なチルド、凍ってほしくないチーズやハムはこちらを使うといいでしょう。食品に合わせて使い分けができる構成です。チルドの評価としては各社そこまで大きな差はありませんが、このような印象です。
扱い方にもよりますが、食品を凍らせない独自方式をとり、2段構造が使いやすそうな三菱電機、1段構造ですが肉の保存期間の長いパナソニック、冷蔵庫を丸々チルド化できる日立も魅力的でしょうか。続いて野菜室。各社こだわりの機能があります。三菱電機の野菜室は朝どれ野菜室。野菜室を真空断熱材で覆うことで温度を安定させ保湿。ほうれん草を7日保存できます。また野菜は時間が経つと栄養素がどんどん落ちていきますが、三菱電機は LED ライトで1日の光サイクルを作り出し、光合成をさせるユニークな機能があります。これによりキャベツなどの葉緑素を持つ野菜は緑化を促進させ、栄養素を高めることができるようです。ただし他社にあるような湿度調整機能はないため、保湿という意味では一歩を取り、光も野菜全体に当たるかというと位置的に難しいでしょうか。続いてパナソニックのダブルシャキシャキ野菜室。野菜室専用の湿度センサーで湿度を調整する仕組みです。湿度調整はこの四角いモイスチャーコントロールフィルターが行います。湿度が高いときは湿気を吸収し、水腐れを抑制。低いときは湿気を戻し、乾燥を抑制します。野菜からの湿気が必要なので、ある程度野菜を保存しておく必要がありそうでしょうか。10日間保存したしめじやチンゲン菜も従来より劣化なく保存できます。なお、前モデルにはあった野菜の老化を遅らせるエチレンガス分解フィルターは残念ながらなくなりました。次に東芝の積み立て野菜室。東芝が最も力を入れている分野です。1日に20回以上潤い冷気を送り出します。湿度は他社を凌駕する驚異の 95% 以上。10日間保存したチンゲン菜の乾燥もだいぶ抑えられているように見えます。野菜室が広めなのも嬉しいポイントで、口コミでも野菜室に関して好意的な意見が寄せられていました。また野菜から常に出ているエチレンガスも分解します。エチレンガスは野菜を老化させるので、野菜や果物の輸送においても濃度を管理していることが多く、効果は期待できるでしょう。続いて日立の新鮮スリープ野菜室。こちらも東芝と同様、湿度を保ちながらエチレンガスを炭酸ガスに分解。炭酸ガス濃度を高めることで野菜の気孔が閉じ、眠らせるように保存します。10日間保存したほうれん草も乾燥が抑えられていることがわかります。なお、野菜の老化を促進するエチレンガスですが、実は果物に関しては成熟を促す働きがあります。例えばリンゴとバナナを一緒に保存すると、エチレンガスによりバナナが早く熟したりするので、成熟を期待する果物は野菜と一緒に保存しない方がいいでしょう。次にシャープの雪下シャキッと野菜室。雪国では野菜を雪の下に置き保存することで野菜の甘みをアップさせています。蓋の下を雪下に近い状態に再現することで鮮度を保つ仕組みです。他社と比較すると2リットルペットボトルを立てて収納しているイラストはなく、野菜室は小さめ。上手に詰める必要はありそうでしょうか。野菜室の評価としてはこのようになります。保存期間の長い3社の中でも東芝が最も優れており、それ以外では湿度調整とエチレンガス分解を搭載している日立の評判がいい印象だったでしょうか。次に冷凍室。三菱電機の切れちゃう旬冷凍は冷凍室の機能ではなく専用個室の機能ですが、同社最大の特徴などで触れていきます。マイナス7度までゆっくり冷やしたペットボトルの水を冷凍室で冷やしたお皿に注ぐという刺激を与えるだけで瞬時に水が凍っていきます。自然界でも起きている現象です。切れちゃう旬冷凍は食品をゆっくり冷やし、芯まで冷えたら瞬時に凍らせ細胞破壊を抑えています。これにより
冷凍したひき肉を凍ったまま切ることができたり、魚の切り身も剥がせたり、野菜もほぐして使うことができます。解凍いらずなのは嬉しいですね。ただ口コミにはブロック肉や水分の多いものは硬くて切れないという意見もありましたので、何でもかんでも切れるというわけではなさそうです。炊きたてのご飯も熱いまま入れることができます。また今期のモデルよりできちゃう V 冷凍という新機能が追加になりました。これは冷凍室の新機能で、余った野菜をカットし袋に入れ、上段の引き出しで冷凍保存、必要な時に取り出し、そのまま手で砕いて使うことができる機能です。通常冷凍はおおむねマイナス18度設定ですが、一時的にマイナス25度まで下げることで実現しています。あらかじめ冷凍した上で V 冷凍設定をする必要があるので、少し手間はかかるものの、ご覧のような食材に対応しています。続いてパナソニックのうまもり保存。長らく冷凍室にこれといった特徴はありませんでしたが、ボックスのカバーに工夫があります。冷凍室はマイナス18度以下で保存するのが原則ですが、開閉時などに温度が上昇し、霜付きが起きます。霜は食材から逃げた水分が凍結したもので、美味しさが損なわれています。つまり霜付きを抑えることは、美味しさが長持ちするということです。またこのカバーはケース内の湿気も逃がし、ケース自体の霜付きも防ぎます。蓋が追加されたことで食品へのアクセスが一手間増えますが、霜付きを抑えたいという方には嬉しい機能でしょうか。次に東芝の新鮮ツイン冷却。日立と同じく上下に2つの冷却機を持っていますが、こちらは冷凍室用に1つ用意されており強力です。冷凍はマイナス18度以下をキープし、霜付きを抑えて保存します。霜付きはパナソニックの方が物理的な蓋がある分有利でしょうか。続いて日立のデリシャス冷凍。3段構成で使いやすさを確保しつつ、1段目が他社でも採用のある金属アルミプレートで急速冷凍に適しています。アルミは他社でも採用がありますが、日立の場合は温度センサーも採用しており、素早く冷凍することで食品の細胞破壊を防ぎます。さらに今期のモデルから新たに冷却気流を工夫することで霜付きを抑える霜ブロックが追加となりました。最近は食材を大量購入して冷凍するニーズも高まっていることから、この霜付きに対して各社注目しているように感じます。次にシャープのメガフリーザー。3段構成かつ冷凍庫が大きめです。パナソニックのような物理的な蓋はありませんが、ドア開閉を検知して急冷する機能があり、食品の霜付きを防ぎます。食品をたくさん冷凍したいという方におすすめできます。評価は人によって分かれるところですが、このようになるでしょうか。冷凍の仕方をもう1方式追加した三菱電機。口コミでも好評だったパナソニック。物理的な広さで勝負しているシャープが優勢でしょうか。全然関係ない話ですが、シャチパンが最近よく食べている冷凍食品は蒙古タンメン中本汁なしです。これね、辛すぎてだいたい食べるとお腹壊すんですけど、なんか定期的に食べたくなっちゃうんですよね。次に中段スペース。中段スペースが野菜室か冷凍庫かを記しています。これは使い続ける上で結構重要です。ちょっと前は東芝くらいしかなかった野菜室中段モデルも、今では全メーカー対応しています。とはいえ各社の力の入れ具合はまちまち、力の入っているモデルを青字で記しています。パナソニックと日立は冷凍庫が中段のモデル、東芝とシャープは野菜室が中段のモデル、そして三菱電機は両モデルともラインナップが充実しています。次に電気代。各社の550リットルクラスの年間電気代を算出しています。モデルグレードにもよるので優劣はなかなかつけづらい部分ですが、
全体的にパナソニックが優れています。10年以上前の冷蔵庫と比較すると省電力化が進み、年間6、7千円の差が出ることもあります。パナソニックは節電に力を入れており、ドアの開閉センサーや収納センサーなど多くのセンサーを各部屋に設置し、ユーザーの使い方や運転状況を見極めてエコ運転します。今期のモデルは人の動きを検知する IoT 人センサーを新搭載し、当期であれば最大 21% 省エネします。三菱電機も多くのセンサーを搭載。シャープも今期のモデルから庫内温度を食品影響の出ない範囲で高めに設定する節電機能が追加されていますが、パナソニックの水準には届いていないでしょうか。なお、電気代のスペックがどれだけ実際と乖離しているかについては、こちらの動画で冷蔵庫以外の大型家電も含めて1年間毎秒実測しましたので、気になる方は後で概要欄から参考にしてみてください。続いて価格。各社の500リットルクラスの価格帯を記しています。現在この価格帯のモデルは新モデル投入中ということで、公平を期して新モデルの価格を記しています。型落ちモデルは最大半値近くまで価格が落ちますので、もし在庫があればお買い得です。各社を比較すると特段安いというメーカーはありませんが、三菱電機と指定価格制度を導入しているパナソニックと日立は上位モデルが高め、シャープ、東芝の価格が落ちやすいでしょう。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、ご購入を検討中の方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。口コミ数百件分の分析データとなります。冷蔵庫の基本機能としては各社好意的な意見が多く、使い物にならないといった声はありませんでしたが、フレンチドアの場合、両方のドアを開けないとチルドから食品を取り出せないことが多く、使いにくいという声が多く見られました。三菱電機は全室独立構造が好評でした。すべての部屋が仕切られているので、部屋ごとの温度や扉開閉を監視し、無駄なくしっかり冷やします。また基本性能がしっかりしているという声がありました。それから製氷機が丸洗いできる構造が好評でした。製氷皿、ポンプ、パイプ、フィルターまで外して洗えます。扉は自動で閉まり、ハンドアを防ぐオートクローザーもあります。悪かった意見としては、アプリの使い勝手が今一つという意見があった程度で、目立った酷評は少なかった印象でした。続いてパナソニックです。最大の特徴でもあるトップユニットが好評でした。通常は下段にあるコンプレッサーを最上段に持ってくることで、最上段のデッドスペースが減り、手が届きやすくなり、さらに冷凍室や野菜室に奥行きが生まれ、奥まで広々と使えます。背の低い方でも使いやすそうですね。また引き出しのベアリングは高耐荷重式のものが使われており、コストがかかっています。それからお弁当の粗熱を取ったり、冷やして固めるデザートを時短するのに便利な早生ま冷却が使いやすいという声がありました。一方悪かった意見としては、コンプレッサーが上段に来たことで少し音が気になる。それからチルドが一段構成で広々と使えますが、二段チルドにして使い分けたいという声が少数ありました。次に東芝です。最大の特徴である野菜室が好評でした。野菜室には掃除穴がついていて、掃除がしやすくなっています。それから両手が塞がっていても触れるだけでドアの開閉ができるタッチオープンが便利という意見がありました。料理中や大きいものをしまうときに便利ですが、開く勢いが強い、少し触れただけで開いてしまうという意見もありましたので、実機は確認しておいた方がいいでしょう。悪かった意見としては、氷結晶チルド使用中、冷蔵室の温度設定や節電モード設定ができなくなる仕様が残念、少し音がうるさいという意見が他社より多く感じました。続いて日立です。
冷蔵庫を丸ごとチルドルームとして使えて便利という声がありました。ビールもキンキンに冷えるようです。それから上位モデルでは冷蔵室、冷凍庫、野菜室の中身をカメラが自動撮影します。買い物中にストックしてあった食品や調味料を忘れてもアプリで確認することができます。ただこの機能は日立が先行していましたが、後発のパナソニックに一瞬で追い抜かされました。パナソニックは後発ながら AI で画像認識、45種類の野菜を判別するほか、残った食材でレシピも提案してきます。 AI はその性質上、画像認識は得意中の得意ですから、このように使うのは理にかなっているでしょう。悪かった意見としては、ドア閉めがしづらい、自動開閉機能が誤作動する、製氷機の奥の壁が浅く、氷がその奥の冷凍室に落ちるといった声があり、ネガティブな意見もそこそこ多かったです。日立の家電はここ最近、ドラム式洗濯機なども含めて少し評判が悪い気がします。パナソニックに続き指定価格制度を導入し、その拡大も検討されているということなので、しっかりしたものづくりに期待したいところですね。次にシャープです。冷蔵庫をどちらからでも開けられるどっちもドアが好評でした。転勤などで住まいが変わっても間取りによらず使えるという点はポイントが高いです。ただ少しドアが硬いという意見もありましたので、実機確認はした方がいいでしょう。それから冷凍庫の広さを褒める声が多かったです。ただしモデルによっては大して広くないモデルもありますので注意です。氷も大きく嬉しい、奥行きが薄いモデルが多いことにも好意的な意見が多かったです。間取り的に助かることもあるでしょうか。悪かった意見としては、奥行きが浅いことも相まってか、食品を入れづらい、省エネをもう少し頑張ってほしいという声がありました。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度定数です。今年は少しメーカー間で差が開いたでしょうか。昨年からの動きとしては、三菱電機が昨年同様頭一つ抜きん出て高い点数を推移、パナソニック、東芝は横ばい、シャープは点数を挽回し、日立は昨年からさらに下げ、この位置でした。三菱電機は無類の強さで今年で4冠となっています。安定の人気っぷりです。一方日立は機能はいいものの、口コミにもあった基本的な作りの指摘が目立ち、点数を落としてしまいました。参考にしてみてください。ひとこのまとめ。食材によって冷凍を使い分け、上手に料理してみたい方は三菱電機、冷蔵庫を丸ごとチルド化してラップなし生活を送りたい方は日立、新鮮な野菜を体が欲している方は東芝、奥行きを抑えて冷凍食品を溜め込みたい方はシャープ、バランスが良く使いやすさと省電力に魅力を感じた方はパナソニックが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえ、量販店などで最終確認をしてみてください。最終確認ではドアポケット、パーテーションの高さ、卵の保存場所の3点も忘れず確認してみてください。これらはよく確認し忘れて思っていたものと違ったという声が上がっている項目です。ドアポケットはご自身の保存したいペットボトルが何本入るかを確認しましょう。2リットルペットボトルが意外と入らないモデルもあります。パーテーションの高さはご自身の入れたい大物鍋や小物が入るか確認しましょう。高さを自由に調整できるタイプのものもありますので要チェックです。卵の保存場所はドアの部分にあるのか中にあるのかを確認しましょう。保存温度という意味では中にある方がいいですが、取り出しやすいのはドアの方になります。最後になりますが、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、
ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。